さあ今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんに来ました。ここねウルトラマンコーナーですね。ソフビがめっちゃありますけども、こっちが怪獣系かな。で今回ウルトラマンマックスのこれエレキングだよね。白くて尻尾が長いやつとかいました。これちょっと珍しいかな最近では。でちょっとレアものはショーケースに入ってたりもするんですけど、このねポージングがいいっていうねフィギュアーツのそうね、やっぱライブサイン付きとかで今レアなやつあるからね。だからブースカの限定のやつで、このティサノザウルスはね、まあ結構有名だけど価格が高くなったやつね。当時は普通に売ってたやつなんだけど、僕もね昔ね買ってもらったんですよ親に。それがまだあるんですよね。そうだから割とティサノザウルスは見つけたらレアかなみたいな。でもなんか新しく出るんだよねまたね。でこれウルトラマンティガ、塗装がすごいね。紫っていうのが新しいよね。ここら辺には500シリーズが多いかな。ウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツがいるし名前覚えたな。で下の方がねジャンクってことで、壊れてたり傷ありとかそういうやつがね安く売ってるんだけど、今の80ねライブサイン付きのやつだったんだよな。珍しいね。ライブサイン取れてはいたけどね。そうでこの下の箱は1個100円のコーナーですね。もうジャンクってことで安いのかな。ちょっとね状態は悪いんだけどジード塗装する人とかはこのコーナーで買うといいと思うんだけど、塗装とか改造とかね、これちょっと古いねウルトラマン。だいぶ歴戦を経てきてる感じ。マックスとかもいるな。ここをねディグるのが楽しいですね。メダルだ。最近ねセット販売になってるソフビも多いよね。ブラックスパークレンス、こっち 0i だね。ウルトラレプリカの 0i なんだ。このビオランテ昔のビオランテでめっちゃ大きくてかっこいいんだけど、この値段なら安いと思うし、こっちはねデストロイヤーの完全体だっけ、これ珍しいんで割とあるとこにはあるんだけど、でも珍しいというか、あんまり安く売ってることはないかな。で上の方には割とね大きいサイズのソフビたちですね。でやっぱゼットン多いんだよね。なぜかゼットンやっぱ人気、ウルトラマンの敵といえばゼットンかバルタン星人だもんな。ゴモラとかも結構いるけど、やっぱ口開きなかなかいないね。ネロンがバルタン星人も普通にバルタン星人が並んでる中にしれっとパワードバルタンいるからね。でグドンとネロンがZ もいる。レッドキングこうなんだ。でキングオブモンスとかね。シャドウがちゃんと怪獣枠にいるのがいいね。ウルトラマンシャドウね、ゼアスの敵で、これちょっと珍しいザラブ星人で、これちょっとねレアですね。めっちゃねソフビの出来いいんだよ。マックスとかメビウスの頃ってすごいねソフビのクオリティ高いんですよね。造形もいいし塗装もすごいっていうね。今よりコストがかからなかったんだろうね。ウィンダムもいる。イカルス星人もレアなんだよね。500サイズのやつがね価格高騰してるんですよ、だいぶ前から。そして一番下のこの箱の中も100円コーナーかな。トリガー、ティガだ。これ貯金箱かな。これは前からあるかな。キーホルダーセットみたいなやつだよね。チャームセット、プレートキーホルダーか。プレートホルダーって書いてあったね。塩ビ人形じゃん、クリアの。これはキングシーサーかな。ピントがあんま合わないけどキングシーサーっぽいんだよね。これがデストロイヤーかなの海を泳いでるのか空を飛んでるのかのバージョンで、これはキングジョーだね。
そう、塩ビ人形系とかもまあ100円とかであると割とね安い場合もあるんで、物によって価値変わるからね。お、ウルトラクッキングスイングだってどういうこと？タッコングの缶バッジ。こっちには指人形ですね。これ割と新しい系だけど、指人形もね出続けてるからね。これガメラのキーホルダーかな。そう、ウルトラマン系の指人形は一応限定っちゃ限定なんだけど、そう出続けてるから数は豊富だよね。お、ガイア V1 だね。これ HG シリーズかな。最近も一応 HG シリーズ続いてはいるけど、まあね、値段が高いんだよね、最近ガチャってね。もう一回400円、500円当たり前の時代だからね、ガチャガチャって。なかなか気楽に回せないですよ。ラジオの方でも結構さ、ダイキャスト金消しの話とかになるけど、高いんだよ、500円だよ。あ、これね、ウルトラマンナイスの唯一の敵だっけな。で、装備がされてるやつ。だったと思いますね。モモサゴンとかもあるけど、あれは、食玩サイズだけだもんね。お、ウルトラマンダイナ、ハンカチか。まあ、くじの解消になるのかな。お、アグルだ。かっこいいよね、このハンカチは。額に入れて飾ったりとか、壁に画鋲で貼ったりとかもできそう。あ、これかわいい。コップの縁のジャミラじゃん。ジャミラミラー。あ、これいいよね。こういうなんかミニジオラマみたいになってる。レッドキングとゴモラって戦うんだっけ？あ、キングだ。ウルトラマンキング。何これ？これあれじゃん。ギマイラ。ギガギマイラだっけ？映画に出てきた超でかいやつで、装備も出てるんだけど、状態いいやつはなかなかね、手に入れるの難しいんですよ、今。ダイナセット。これバルタン星人の、ね、アクションフィギュアなんだけど、これね、値段安いんだよ。1000円なんだけど、これね、バルタン星人はお買い得だと思います。なぜなら、こっちに普通のウルトラマンもあったんだけど、値段一緒だったんだよね、確か。初期ウルトラマンね。初期っていうか、普通のね、初代ウルトラマン。初期はまた別か。なんかバルタン星人のがお買い得感があるというか、まあそんなことないか。でも揃えたくなるよね。アクションフィギュアのねシリーズすごい好き。この EX レッドキングの光るやつ、これかなりおすすめですね。まあ、最近だいぶねレアになりつつあるけどね、僕も持ってますね。当時ね投げ売りされたんだよ。その時に買った。カード類もここにあるんだ。100円とかが多いからいいよね。これカード系のアイテムって結構ね、なんか買い逃すとね、見つかんないんですよね。売ってるとこはないみたいな。こういうポケカとかだったら売ってるんだけど、こういうなんか、特撮カードとかって意外と扱ってない店舗多いからね。お、これって映画だけに出たやつ？それとも最終回だっけ？エンシェントスパークリンス、トリガーね。これはね、普通に出てきたね。ブラックスパークレンス。さっき箱開いてるやつがあったよね。で、これが普通にね、スパークレンス。ガッツスパークレンスか。これ謎の相乗りキーホルダー。なんかよく見るな、みたいな。でもこのキーホルダーは初めて見た。で、こっちがね、武器関係とか変身アイテムとかの関係になるのかな。デラックス玩具ってやつ。これとか武器だしね。ジードクローとかもあるし。これマックスかな。ね、ゼノンからもらったやつね。デッカーに変身できるセットじゃん。こんだけソフビあるといいよね。見てて楽しい。何これ？ジオラマになってる。かっこいいね。ゴジラ系もありますね。こっちガメラとかのやつかな。ラドン。ファイヤーラドンだっけ？バトラだ。このバトラかっこいいよね。羽がプラスチックだっけな。素材違うんだよね。
ゴジラリュックとかガメラとかガイガンとかいますね。ウルトラマンコーナーのとこにね、ゴジラガメラもあるんで、行った際にはそこで探してみてください。ね、その右側にこうね、トランスフォーマーとかもありますかね。あと変形玩具とかバトルトイはここじゃないかな。バトルトイもあるか。ベイブレードはまた別になったりするんだけど。ここら辺トランスフォーマーとか、ロボット玩具とかあるんだけど。何これゴレムオン。全然知らん。こういうさ、ロボットアニメ系って本当知らないの多いんだよね。奥深すぎて。なんかイデオンとかエディオンとかなんかサンゼリオンとかいろいろあるじゃん。トランスフォーマー。これは特撮リボルテックか。今度なんかウッディがなんか新しく出るよね。リボルテックじゃなくて何で出るんだっけ。なんか出るよね。リニューアルしてね。これかっこいい。戦車。こういうのいいよね、地味に。特撮リボルテックかなんかで、前さ、ウッディが出て話題になったじゃん、だいぶ前。それがリニューアルするっていうね。ここら辺のロボットトイかっこいいね。ポピニカだ。当時物ではないけどね。で、ここら辺のレトロソフビーとかも最近なかなか100円コーナーに投げ込まれるってことは少ないかな。で、これメタルヒーロー系もあるんだよね。これね、メガヘラクレス。B ファイターね。の巨大ロボみたいな。何この金色のドラゴンみたいなの。このショーケース結構レトロなアイテムとかレアなアイテムとかがあったりして、たまに安かった、たまにって結構安かったりもするんで、そう、ショーケースだから高いから見るのやめようとかってなるともったいないかなみたいな。ベイビーレッドとかもあるね。で、ミニ四駆とか、この辺がバトルトイなのかな。で、バトルトイといえば、このね、ボンバーマンのビーダマン。で、下はデジモンとか、ヒカリアンとかもあるんだよね。何これ ?BW。かっこいいな。で、下がもうガチレトロっていうか、ブリキ系もあるし、で、ゾイドもあってみたいなね。で、こっち来るとね、ボトルマンとかも多いね、今の時期。そうそう、ここら辺ロボット系なんだけど、超合金だね。スーパーロボット超合金のシリーズで、これ真剣ジャーだし、結構戦隊系出てたんだね。ゴーカイザーもあるね。あとね、デカレンジャーだっけな、あったの。やっぱ人気な戦隊が出てたなって感じ。ちょっと残念。メガレンジャーとか、僕が好きな系が一切なかったんで。で、ボトルマンですね。ボトルマンも続いてるからね。最近ちょっとね、昔のは投げ売りされてたんだけど、おもちゃ屋さんで。でも、まだまだ続いてるなら。アトムドライバー。大の大冒険ね。文字化けるなんだけど。これね、もう新品ですからね。なぜなら僕が売ったから。デジモン。もうエヴァンゲリオンとかあるね。これロボット系。これなんだろう。これグリッドマンか。ロボットトイとか多いね。これガンダム。ダンボール戦記とかもね。で、プラモとかのコーナーに移行していくんだよね、ここら辺から。もうプラモコーナーが結構充実してたりもしまして、この藤岡店さんね。プラモの在庫多いですね。商品が多いというか、ほら、そうよね。群馬県にあるんですけど、藤岡っていうところがあって、そこの店舗ですね。マスクドライダー、ブレイド。仮面ライダーって未だにマスクドライダーって呼ぶのかな。
風の谷のナウシカのプラモ。オウムね。これ水星の魔女のハロ。ルームライトなんだ。へえ、いいね。なんかこれ安い気がする。まあ、医療キャッチャーの景品かな。こっちもハロだけど、これ貯金箱だね。口から入れるんだ。なるほど。なる。で、こっちはもう組み立て済みのガンダムプラモ系かな。ショーケースに入ってる。で、上にもまだまだ、このね、昔ながらのプラモデルとかありますね。デカールだけでも売ってるんだね。まあそういう商品もあるしな。何これ。VHS みたいなパッケージでちょっと見ちゃったけど、VHS のおまけだったのかな当時。そんな気がする。で、プラモの組み立て済みのこういうね、車系とかいいよね。僕とか作るのが手間だから、改造は好きだけど組み立てはそんな好きじゃないから、組み立て済みがね売ってるとありがたいですね。で、ここ DVD コーナーなんだけど、スパイダーマンこれ面白いですからね。今のスパイダーマンじゃないスパイダーマンも全然面白いから、アメージングとかその1個前のやつとかね。とかアイアンマン2とかも売ってた気がするな。あとハリーポッターとか普通に面白いですからね。で、ゲームの攻略本があって、こっちがねゲームソフトかな。ここら辺プレステ2だね。まあ、レトロゲームとか、あと中古ゲーム機とか結構あるんで、まあスイッチとかもあるしね。そういうのも探していくのいいのかなと思います。で、43,980円なんだけど、これすごいジオラマね。なんか一人の人生がかかってるんじゃないかぐらいのジオラマですね。この辺 N ゲージとかジオラマ関係で、普段あんまり僕はね見ないから動画でもやってなかったんだけど、ちょっと今回チェックしてみましたというか紹介をします。はい。まあね、クオリティやばいよね。こんなクオリティ高いのみたいな。すごいね。もう出来がすごいよ。映画撮れちゃうよ。特撮撮れちゃうよ。で、こっちね、フィギュアコーナーですね。まあ、美少女系がこっちで、こっちがまあメンズ系かな。ワンピースとかね。ドラゴンボールは多いね。ワンピース、ドラゴンボールがやっぱフィギュアは多いかな。まあ、それに次いで最近はなんか、鬼滅、呪術、あとヒロアカ多いよね、最近。ちょっと出過ぎなんじゃないかぐらいヒロアカも出てきてるんで嬉しいですね。これ割と最近のやつかな。ものによってはだからヒロアカもすごい安くなったりしてるのがあるから、まあ、僕みたいなヒロアカ好きにはすごい嬉しいんだけど、あとマニアックなキャラとかもフィギュアになるんでね。最近だとオーバーホールとかファットガムとかもなったかな。何これかわいい。結構値段するんだ。まあできいいもんね。なんかそういうシリーズなのかな。これちょっとねドール関係っていうのかな。プーリップとかさ、ブライスとかもあったりするんだけど、まあショーケースにもあるかな。まあブライスはだいたいショーケース行きかな。で、こっちはアメトイ系っていうかアメリカキャラ、アメコミ系かな。スターウォーズとか、あとマーベルとかかな。あと DC。シーハルクいたね。で、こっちショグガンフィギュア。ショグガンフィギュアのミニフィギュア、トレフィとか。で、スターウォーズとかも結構多いかな。尋問感いるな。これね、猿の惑星ね。猿の惑星ね、全然面白いですから。結構ハマるとね、全部見たくなるよ、猿の惑星は。どの映画も面白いっていうね。そう、なんか若干違う路線のもあるんだけど、面白いよ。最近人気のパンツウサギだっけ。さっきいろんなのが流行るからね、流行り廃りが激しくてもう大変です。はい。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押しててください。よろしくお願いします。それではまた次回。バイバイ。